1年ぐらい前にちょこちょこ出させてもらってて、また出させていただくことになりました。毛流れに沿ってシュ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 ッと戻すって感じで、私本当に癖毛が強いのでマジで死ぬ気で伸ばしていきます可愛らしい印象になってちょっと幼く見えるので、夢かわいい系の時はぜひやってみてください。皆さんこんにちは。初めましての方は初めまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ふうかです。普段はね、自分の個人のチャンネルで動画を上げています。1年ぐらい前にちょこちょこ出させてもらってて、そこから個人の方に本格的に入ってて、ちょっとまた出させていただくことになりました。今回はですね、夢かわいい系のメイクを紹介していきたいと思います。ピンクとラメをいっぱい使ったメイクになってます。ではよければ参考にしてみてください。どうぞ。カラコンはザピエルさんっていう韓国の通販サイトのアーモンドチョコっていう色を使ってます。大きさは 14.2mm です。14.2 だと私にはちょっと大きいかなって感じはあるんですけど、普通の目の大きさの人なら大丈夫だと思います。私目ちっちゃいんで。はい、で次に一番最初、化粧下地がメディアのメイクアップベースのグリーンの化粧下地使っていきます。私はニキビとか、あと頬の赤みがすごいので、赤みの気になるところとかに塗っていきます。ファンデーションはシュウエムラのスムースフィットミネラルファンデーションの764番使っていきます。これが一番私のお肌の色に合ってて、黄色っぽい色なんですけど、日本人のお肌にすごく合うよってことでこちらのお色を購入しました。カバー力がとにかくすごいんですけど、置いた後にすぐ伸ばさないと結構固めなので、今回こちら置いた後にこちらのスポンジ、水を入れたらすごく膨らんでこんな感じで柔らかくなるんですけど、こちらで伸ばしていきます。水が入ることで伸ばしやすくもなるし、定着もするのですごくおすすめです。次がキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー MB です。こちらは私中学の時から使ってて、多分一番最初の動画でもこれを使っていたと思います。でも色がその時多分一番明るい色を使ってて、今回これ暗い色にしています。これ本当に塗るだけで本当にそのままマシュマロのようなふわっと感を出してくれるのですごく好きです。仕上がりは割とマットめなので、私はマットの肌が好きなのですごくたっぷり塗るんですけど、そんなにマットすぎない方がいいよって方も塗らないくらいの勢いの方がいいかと思います。めちゃめちゃマットになります。次、チークがキャンメイクグローフルールチークスの8番の青みピンクの色を使っていきます。で、この一番右端の紫以外の3色を混ぜて、目頭から目尻よりちょっとはみ出るぐらい、グラデーションでちょっとはみ出るぐらいに薄く塗ります。そしたら一番真ん中の濃い色、これをポンポンって取って、グリグリじゃなくてポンポンって取って、それをまた塗るというよりスタンプするような感じで置いていきます。これ塗るときは範囲は狭めに、もう黒目の下というか黒目の大きさぐらい、もうポンと、もうこのブラシポンとぐらいで真ん中だけ濃くしていきます。ヒロインメイクのクイックアイブロウ N の02番ナチュラルブラウンで眉毛を描いていきます。まず私今はね、眉毛が生えているので、眉尻の方は生えてる眉毛に沿って描いてって、ちょっと長めにしていきます。こうやって鼻から目尻までやった時のこの延長線まで来るように眉尻を描いていきます。そしたら全体的に形とってある程度中を埋めていきます。そしたら次、キャンメイクのミックスアイブロウの3番使っていきます。こちらの真ん中と一番薄い色をぐじゅぐじゅーっと混ぜて眉毛にのせていきます。全体はこちらでさっき埋めきれなかったところとかを埋めて、さらになじませてふわっとした眉毛に仕上げていきます。で、流れで一番薄い色を使ってノーズシャドウと涙袋にも線を入れていきます。次がキスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウの03番アッシュブラウン使っていきます。これね、私眉マスカラってほんと最近使い始めたばっかで全然上手じゃないし、絶対私よりも上手な方いると思うんですけど、私は眉毛の眉尻の方から毛を逆立てるようにやってから、また毛流れに沿ってシュ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 ッと戻すって感じでつけてます。でもなんかね、私この眉毛の真ん中のあたりだけうまいこと染めらんなくて、ずっとここだけクリクリしてるんですけど、なかなか染めらんないんで、うまい染め方ある方は教えてください。これチップの形状で、ブラシの形状ですごく地肌につきづらくなってるので、眉毛だけに染められるのですごくおすすめです。
キャンメイクのジュエルスターアイズ12番使っていきます。ピンクのラメなんですけど、色はほとんどわかんないかなってぐらいなんですけど、ラメがとにかくすごく出ます。本当にすごく出て、初めて使った時、使う量をミスって1回落としたぐらいにはすごくラメがキラキラと発色してくれます。すごく大粒のねラメがパラパラパラって感じでキラキラするので、すごく可愛くておすすめです。今回ピンクとラメっていうことで、ピンクのラメをまずベースとして塗ってキラキラさせていきました。まぶた全体とちょっとねアイホールをはみ出してわーっと眉毛のあたりまでキラキラさせていきます。そしたら細いブラシにとって涙袋のところにも入れていきます。マジョリカマジョルカのマジルクイルミネートの B300 のアイシャドウを使っていきます。真ん中の色を使っていくんですけど、もうほとんどないんですけど、この角に残っているグーってこそぎ取って使っていきます。入れるとき二重幅と、で今回二重幅をちょっとはみ出した目尻のところを下げ気味に引いて、そのまま下とつなげる感じで3分の1程度に引いていきます。で下のここのラインなんですけど、結構濃いめにグリグリと入れちゃって大丈夫です。これがね、この色が本当に垂れ目を作るのに私の中では本当にすごく重要な色なので、すごく大好きなんですけど、これ限定でして、もうね今売ってないみたいで、同じような色を探して赤いなんですけど、結局これに戻ってきちゃうので、どうか何かおすすめがあれば教えてください。大好き。次にキャンメイクのグローフルールチークスの8番、さっき使ったチークなんですけど、一番真ん中のこの濃いピンクだけ使っていきます。細い筆に取ったら、さっき茶色のせた位置に上から重ねていきます。もう茶色意味あるんかいってくらい重ねていきます。この位置にピンクを入れるとすごく可愛らしい印象になって、ちょっと幼く見えるので、夢かい系の時はぜひやってみてください。ケイトのスーパーシャープライナーの EXBR1 番っていう色を使っていきます。これまずなんといってもこの形状がめちゃめちゃ持ちやすいです。鉛筆の持ち方正す鉛筆とかなんかあるじゃないですか。あれめちゃめちゃ持ちやすいですで、めちゃめちゃ描きやすいし、色がブラックでもないしブラウンでもない濃いめブラウンっていう色なので、すごく微調整がしやすくておすすめです。でこのアイライナーでまず目尻だけ両目とも描いちゃって、両方ともバランス見つついいかなって思ったら上のラインを引いて粘膜を埋めていきます。そうするとね、ある程度バランス取れるので、私不器用なんで基本右と左違うんですけど、ある程度ごまかせるぐらいにはなるので、ぜひ試してみてください。次、ビューラーでまつげを上げていきます。このビューラーは資生堂のビューラーを私はずっと使ってます。ずっと本当に中学生の時からずっと資生堂です。私は本当にいろんなメーカーの試したし、100均とかもいろいろ試したんですけど、やっぱりカーブに一番合うのが資生堂さんのだったので、ずっと使い続けてます。汚いです。でこちらのビューラーでまず根元を上げて、中間毛先って上げた後に根元をもう一回思いっきり上げて、まつげに対してこうじゃなくて、ちょっとこういう風に曲げて、まつげの目頭側のまつげだけを上げます。こうするとこの黒目の上だけ上がるので、つけまつげのこういうラインみたいなのが地まつげで作れるので、ぜひやってみてください。黒目に光が入るので、死んだ目にならずに活気あふれた目になることができます。はい、次マスカラ、キャンメイクのラッシュフレームマスカラ1番使っていきます。これ新しいキャンメイクのマスカラなんですけど、先がすごく細くて、パッケージにはアイラインのいらないマスカラって書いてあるぐらい、すごく根元に塗りやすいです。根元に塗れて粘膜も同時に埋めれるので、さっき埋めきれてなかった粘膜とかも埋めてくれます。でもちょっと難点として、伸びはすごくいいんですけど乾きが遅いので、塗った後に瞬きをちょっと我慢して手とかでも触らないようにしてあげるといいと思います。はい、そしたら次に顔全体の出来具合を見つつ、ディアップのアイラッシュグルースーパーフィットを使って、こちらのグリッター、ハートのグリッターをつけていきました。これ私ネイルに使っている100均ダイソーで買ったグリッターなんですけど、だいたい5点で点とつけまのりをつけて、そこに指でもうハートペペペペペーっと好きなのをペペペッと入れていただけたらと思います。
これハートじゃなくても星とかいろんな柄があるので、好きなやつでやってくれたらいいと思います。私はね、今回ハートが好きなのでハートにしました。なんかちょっと小顔効果も狙える魔法です。リップがエチュードハウスのマイリトルナッツディアマイエナメルのリップトーク PK004 番です。こちらの色青みピンクですごく可愛いお色になっているので、こちらをまず全体に塗っていきます。で、全体に塗ってちょっとなじませて待ってやってなじませていきます。すごく可愛い色なので、でもあんまりね塗りすぎちゃうとすごくたらこ感が強く出るので、適度に塗ってあげてください。はい、最後がこちらセザンヌのジェルグロスリップの3番レッドを使っていきます。こちら私の個人のチャンネルで購入レビューしているんですけど、赤のリップグロスなんですけど、今回ピンクを塗った後にちょっと深みを出したかったので、内側にちょっとだけ足しました。ピンクにピンクとかピンクに透明だともうなんかここら辺が弱すぎちゃって、今回グリッターとかをちょっと乗せてるのでちょっと弱すぎるかなと思って、赤でちょっと深みを出してみました。喋ってるとどんどん意味なくなってきちゃうんですけど、こちらで最後仕上げていきました。はい、そしたら髪の毛なんですけど、ミラボーテのナチュラルクリームエマルジョンっていう洗い流さないトリートメント、こちらを先に塗ってからアイロンで伸ばしていきます。まず全体的にファーって塗ってから、ヘアピンで2段に分けて癖を伸ばしていきます。私本当に癖毛が強いのでマジで死ぬ気で伸ばしていきます2段に分けてゆっくり伸ばしてあげることで綺麗に伸びます。そしたらまずここではもう前髪とか作らずに、もう全体的にストレートにすることだけを考えてストレートにしていきます。そしたらハーフツインテールっていうのかな、前の毛と後ろの毛を残しつつツインテールを作ります。ハーフだとね甘すぎないし、私ぐらいの髪の長さでもできるので、ぜひチャレンジしてみてください。で、今回これマネージャーさんがお家から持ってきてくれた娘ちゃんのボンボンリボンと、これ私が自分で作ったリボンを重ねて2個つけてみました。どうでっしゃろで、最後前髪なんですけど、こう前髪の部分だけを取って全体をまず1回カールさせます。そしたらちょっと冷めるまでこうポンポンポンってやってから、今度この右側のところ、自分から見て右側の分け目側に来るところを強めに巻きます。そしてからまた全体をもう一度くるっと同じ感覚で巻いてあげるとムラがなく綺麗に巻けるかなと思います。なんか全部一気に強く巻いちゃうと、こう持ち手の内側に来る部分があまりかからなくて、こっち側だけなんかニョンっていっちゃったりするので、ちょっと分けてかけてあげると綺麗にかかるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はピンクとラメを基調にした夢かわいいメイク挑戦してみました。このねハートのフォローをつけるっていうのはもうその土壇場でちょっとやってみたんですけど、ぶっつけ本番でやってみたんですけど、結構可愛くいて個人的なお気に入りです。もしやってみたよって方がいたら Twitter とかで送ってくれるとすごく嬉しいです。では今回の動画が良かったなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。私の個人のチャンネルの方もあるので、よければそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。